アミティ島、それは北大西洋に浮かぶ美しい真珠。憩いの島にして嵐と荒れ狂う海から我らを守る砦。ご来場の皆さん、私が船長のジェイクです。アミティ湾のボートツアーへようこそいらっしゃいました。丘で暮らす皆さんには貴重な体験です。今日は一緒に海の冒険に出ましょう。背中に風を受けて水平線を追いかける一生の思い出になるでしょう。私はこの港の港湾長をやってます。ですからご心配なく。私の自慢の美しい船はゆりかごよりも安全なくらいです。この後穏やかな海へ乗り出して古い港町の素晴らしい眺めをご覧に入れましょう。風格の漂う灯台に小さな教会、美しい砂浜、昔ながらのボートハウス、それに耳を澄ませば海の呼び声も聞こえてくる。ここの海には精霊が宿ってるんです。さてと、ここにお集まりの皆さん、これからのんびりとした船旅を楽しんでいただきます。ただしボートの行き先はアミティの海。多少心構えは必要ですな。港で待っている間、その助けとなるような話をいくつかしましょう。土地の者はアミティ島の伝説と呼んでます。深い海の底には吸盤を持った恐ろしい怪物が住んでいる。人々は昔からそう言い伝えてきました。それが本当かどうかはともかく、船乗りたちはみんなひとたび海に出れば、何が行く手に現れようと鋭い銛を手に立ち向かう決意を持ってました。アミティ島の伝説の中で最も恐ろしい生き物、それが巨大イカの伝説です。世の中にはイカが好きな人もいますが、アミティじゃ誰も食べません。昔漁師のジョナ・クロケットがアミティ湾でイカの大量に恵まれ、その結果命を落としたからです。その日ジョナの網にはえらい数のイカがかかったんですが、港に帰る途中でひどい嵐に遭いました。無事にイカを持ち帰れば一財産です。ジョナは必死に嵐と戦いましたが、彼のデスティニー号は沖合へと流され、荒波の中見知らぬ海をさまよいました。すると巨大なイカの足が四方八方から襲いかかってきたんです。彼は船を操りながら必死に戦いましたが、勝ち目はありません。諦めたジョナは取ったイカを甲板から捨てました。その途端、巨大な足はジョナとデスティニー号から離れていったんです。デスティニー号は無事に港に帰ってきました。家に帰ったジョナは運試しとばかりに残っていたイカを食べてしまったんです。うまかったかどうかは分かりません。その晩彼は死んじまったんです。その日以来アミティの漁師は誰もイカを取らなくなりました。島のレストランでもイカの料理は出してないんです。海の持つ不思議な力を一番よく表しているのがこの美しい少女の伝説です。その昔、船乗りの祭りがこのアミティで催されていました。その祭りを楽しもうと毎年たくさんの船がここに集まってきたもんです。そしてある年、砂浜のように白い肌と海のように青い瞳を持った少女が祭りに現れました。
男たちは彼女に目を奪われましたが、あまりの美しさに誰も近寄れません。そしてついに勇敢な船長が少女をダンスに誘いました。彼女は上品にうなずき、二人は一晩中踊り明かしました。しかしダンスが終わると少女は無言で彼の腕を振りほどき、走り去ってしまったのです。船長は少女の後を追いました。明るい月の晩なのに彼女はどこにも見当たりません。やがて夜空が白み始めた頃、船の舳先の方からワルツが聞こえてきたんです。行ってみると、舳先には美しい選手像が彫られていて、そのそばに少女がまとっていたショールが落ちていました。アミティ湾の海岸を散歩することがあったら、砂浜の上をよく気をつけてみてください。伝説ではあの時の少女が別れた船長のために砂浜に書きつけた愛の証が見つかると言われています。この浜辺でね、波に消されてしまう前に探してみてください。アミティ島の沖合を流れる寒流は何世紀もの間、獰猛なホウジロザメたちにとって格好の住処でした。鋭い歯と丈夫な胃袋を持ったこの人食いザメはいつもすきっ腹を抱えて獲物を探し回っています。海にはいろんな種類のサメがいます。しかしホウジロザメほど危険で恐ろしいやつはいません。人間にも魚にも恐れられ、大海原を縦横無尽に泳ぐ殺し屋。100年もの間たった1匹現れるだけで島を恐怖に陥れてきました。あの時もまさにそうでした。この青い海が赤い血で染まったのはそう昔のことではありません。あの忌まわしいホウジロザメの事件は皆さんも覚えているでしょう。何人もの命が失われ、観光客も減って、島にとっては全く大損害でした。でもご心配なく、今じゃあの頼もしいボーン市長がこの海を守ってくれてます。だから町の経済も全く問題ありません。島にいるサメといえば剥製にしたのが一匹ぶら下がってるだけです。人やボートを襲うようなサメはいません。ご安心を。今やアミティ湾は最新の警備システムに守られてます。それが投下式最新鋭水中音波探知機、頭文字を取って JAWS ジョーズと呼ばれています。これはサメを撃退する装置で、海底に沈めたポッドから連中の嫌がる超音波を出します。サメのやつはたまらず逃げ出すって寸法です。肉を裂き骨まで噛み砕くあのノコギリのような歯、考えるだけでもゾッとしますがね、それはもう伝説です。科学が進歩したおかげでもう海で泳いだりボートを漕いでも大丈夫。でもまあ岸からあんまり遠くへ行かんようにね、念のために。サメに実際出くわすなんてことはこの海じゃまずありません。期待しないでください。この港にはいくらでもご覧いただけるものがあります。特におすすめなのがアミティハーバーボートツアー。この島で3年連続ベストツアーに選ばれてます。ぜひお試しを。
アミティ湾の沖合にはいろんな危険が潜んでいます。特に海が荒れている時はね、海中の鋭い岩が船底を裂き、舵をへし折ることさえあります。レディーラック灯台はそういった危険から人々を救ってきました。強い光で船を導き、多くの人たちを海難事故から守ってきたんです。昔から伝わるこんなことわざがあります。レディーラックの光に事故はなし。ところがある年、荒れ狂った海がレディーラック灯台に襲いかかり倒してしまったのです。光を失った船は波にもてあそばれ、今にも岩に叩きつけられんばかりでした。レディーラックの光さえあればと誰もが思ったその時、奇跡が起こりました。倒されたはずのレディーラック灯台から光が放たれ、沖合の漁船を救ったんです。アミティの港からはたくさんの漁師たちが海に出て行きます。皆さんはクイント船長をご存知でしょう。今は亡きクイント、オルカ号の船長です。変わった男で気の荒い魚ばかりを追いかけてました。サメを手なずけたけりゃ殺せばいいってのが口癖の、まさに生粋のシャークハンター。年配の方はご存知と思いますが、クイントはかつてこの海に現れた恐ろしいホウジロザメから島を救ったんです。このツアーの途中でクイントの古い船小屋がご覧になれます。彼はサメを取りに行って帰らぬ人となるまでそこに住んでいました。こんな噂があります。今でも夕暮れ時に鳩場にあるそのクイントの小屋のあたりを通りかかると、彼がサメの餌を用意している音が聞こえるそうです。時には船乗りの歌を口ずさんでいるのもね。皆さん、アミティ島には他にもいろんな伝説があります。そいつはまた今度お聞かせしましょう。ではツアーを楽しんでください。船でのルールをお話ししときましょう。うっかり海に落ちないようによく聞いといてください。まず乗船中は決して手を船の外へ出さないこと。吸わない人もいますからタバコは遠慮してください。それからカメラやビデオを持っている人は気をつけて。濡れるかもしれません。